いよいよ。ちょっと起きないんですけど。はい、ババンババンバンバアリバビバビバババンババンバンバアリバノのババンババンバンバアリバビバビバババンババンバはリバノのはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、白黒のくーたくん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、そこにね、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。で、5匹の可愛い猫ちゃんがいる生活って、どんな感じかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところにね、ご紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらから10ルをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこに10ルあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。全員いるんだけど、全員いるんだけどな。たまちゃんは背中を向けて壁に向かっているよ。全然、たまちゃんは鰹節には興味がなさそうな感じだな。残念。ピヨンさん、藤子さん、こんばんは、ボンソワ。お腹空いてませんか？空いてます。お腹空いてます。夜食は何がお好きでしょうか？夜食は食べませんが、今、とてもおでんが食べたいです。今、ライブ始める前に、おーっと、急におでん食べたくなったぞ、みたいなね。おでんの汁に、浸ったちくわと、あとは卵を溶いた汁で、ご飯をね、おじやにして食べたいなって思ったよ。てなわけで、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。Justice まっちゃん。うてくん、うてくん、Justice。今日も塩入りのお湯だよ。今日もね、足さなきゃいいのにな。足した時にドバって入っちゃったんだよね。で、もういいかと思ってそこにお湯ジャーって注いでね、持ってきちゃったんで、やっぱりちょっとしょっぱかったな、今日もな。ああ、ちゃんかわいいな。
ーちゃん可愛いんだけどさ、痩せてるせいでさ、私のことを虐待だっていうコメントが殺到してるんですが、どうしてくれるんですかって感じな。カニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。ケンタマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピヨンさん、ジャスティス、ちくわぶ。ちくわぶは食べたことないんだろう？ヨッシーさん、ジャスティス。タヌコさん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、おでんでん。おでんでんって歌があるのかなわかんないんだけどね。そういえば、おでんくんっていうキャラクターいたな。読んだことないけどね、漫画はね、どんな話なんだか知らないけどさ。で、今日も話のネタはないのですが、今日も話のネタはないのですがな。ね、今週は休みが多いのでね、まあ、できるときはやっとこうみたいな感じで、見切り発車で本日も始めておりますよっていう感じ。今日はね、月曜日だから農協やってないからさ、農協やってないから私の話のネタはないわけよね。農協の話しかないからな。はい、で、そう。また、にゃんこが全員、元気か、まちゃは今ここにいるけどな。まちゃこたつ入るのか。まちゃこたつ派か、かわいいな。なんかもうさ、ヒーターの前今ね、なんか3匹しか映ってないけど、4匹いるわけよ。たまちゃんがね、たまちゃんが微妙にちゃんと映ってないわけよね。たまちゃんいるんだけどさ。で、ここね、にゃんこ4匹いるんだけど、朝もさ、今日寒くなかったんだよね。今日寒くなかったんだけどさ、一応朝は寒いかもしれないからと思って、なんかね、気温だけ見るとね、あ、ちょっと寒いかもしれないと思ってね。で、朝寒くて起きれないのはちょっとと思うからさ、最近はずっとね、もうまあ冬だからいいでしょっていうのでさ、ヒータータイマーにしてつけてんだけど、で、ホットカーペットもさ、昨日は日中はね、全然つけずに過ごせたんだけど、ただ朝方寒くなるかもしれないからと思ってね、弱でつけて、で、寝たんだよね。だけど今日寒くなかったんだよね。で、寒くねえぞと思ってさ、じゃあ消すかと思ってヒーターもったいないからと思ったんだけど、もうにゃんこ、この状態よ。全員集合してっからさ、ちょっと消せないなと思って、まあその場では消さなかったんだけど、さすがにその後ね、なんか作業中にさ、やっぱなんか全然寒くないからもったいない気がすると思ったんでね、消しちゃったよね。消しちゃったんだけどさ、もうたまちゃんとぐーちゃんが全然ヒーターの前から一歩も動かない。もうついてないんだけどなと思いながら、もう一歩も動かないからさ。そういう姿見てた。すいません。すいません。でも今日寒くないから、みたいな感じでね、今日はヒーター消したよっていうね、朝の作業のご報告でございました。てんたまさん、再生数が上がるといろいろ大変ですね。そうそうそう。ね、再生数上がるとな、コメント大して入らないくせにさ、なんかね、アンチコメントばっかり増えるのは何なんだろうって思うよな。日本人ってどうしてそんな、気質になってしまったんだろうかと。しか何かと思った。ね、悲しくなってしまうよっていう感じな。で、あとは何がある？今日は農協なかったでしょ。で、あ、そっか、ゴミの日か。朝はゴミの日で、で、今日予報だとさ、なんかね、ほんとはもともとはさ、今日ぐらいまでは晴れで、なんか明日あたりからちょっとずつさ、なんだ、天気崩れるみたいな感じだったけどさ、もう今日は朝からな、朝からもう雨降っちゃってから、と思って、雨だーと思ってさ、まあそれならそれでさ、ちょっと洗濯物のね、干すところ考えるとかさ、するんだけど、晴れてきたんだよね。で、やっぱり晴れんのかと思って、でね、にゃんこのおねしょシーツ、このこたつにかけるやつさ、昨日思いっきりされたからさ、いろんなところに。
洗わなきゃなと思って。ただ雨降ってるとね、干すところ考えなきゃいけないからっていう感じだったんだけどさ、晴れてっから、あ、よかったと思って、外に出したんだよね。で、今日は寒くなかったから、まあ、天気あんまり良くはないけどさ、寒くなかったから、植木鉢をね、なんかね、いじり出したんだよ。植木鉢の土をね、いじり出したんだけどさ、あ、そっか、小株がさ、花咲きそうになってきて、なんか花のつぼみっていうのがついてきてて、あれとか思ってさ、あれが大きくなんないんで、大きくなるまで置いとこうと思ってさ、そのまま収穫しないで置いといたんだけど、全然大きくなんないんだよね。で、これ諦めないとダメかと思ってずっと思ってたんだけどさ、なんかいつの間にか花ついてから、あれ鼻ついちゃったなと思って、鼻ついたんだったらこれ種取んないとね、みたいな感じで。だから鼻ついてないやつはもうさ、全部、収穫してっていうのかな。まあ、鼻ついてるやつもあったけど、ちょっと小さすぎるんでねっていうやつは、撤去してね。で、これは種が取れるかもしれないみたいなやつは取っといて、だからまばらにね、中途半端になったんでどうしようかなって思って。なんかね、いきなりベランダ菜園が始まっちゃったわけよね。そしたらさ、その間にさ、なんかさ、土砂降りっていうの、雨降ってる気がするよと思ってさ、ふと外を見たらさ、すげえ土砂降りなんだよね。とかって思って。ただ今自分ってね、なんか突然始めたからさ、手袋も何もせず素手で始めたからさ、最初はなんだっけ、その小株だけ収穫するつもりだったんだけど、ただあれも結構ね、泥がべっとりくっついてんだよね。それを取るのに結構ドロドロになっちゃうんだけど、だからもうそれでいいやって感じで素手で大体作業しちゃうんだけどさ。で、手ドロドロなのにもかかわらずさ、もうね、ベランダに干したにゃんこのおねしょシーツがさ、びしょ濡れ。でも今これいじれないしなと思って。で、手洗ってから一応さ、外側に垂らしてる分は内側にはさ、したんだけどだからって別に全然乾いてないし、どうすっかなと思って。で、まあね、せめて雨止んで、曇ってくれればね、とりあえず乾くところまで乾かして、で、部屋の中に入れるなりなんなりできるかなと思ったんだけど、全然さ、もう降りっぱなしでね、ダメだこりゃ、ダメだこりゃと思って今日はもう、干しっぱなし祭りな。で、ほら、うちの部屋の中の乾燥でね、あの、具合悪くしてるからさ、あ、そうだと思って、一年中外に干さなきゃいけないわけじゃなくて、その冬の乾燥の間だけはまたね、部屋干しすりゃいいのかと思ってさ、じゃあ今日はね、部屋干ししてみっかと思ってさ、部屋干しをしたんだけど、で、部屋干ししたらでさ、今度はさ、水が滴ってるわけ、床にさ。で、あ、そうだった。あ、そうだったと思って。うちの洗濯機ね、脱水ダメだったんだと思ってさ。まあ、脱水ダメなのもあるし、あと、にゃんこのおねしょシーツな。おねしょシーツがさ、あれがさ、水を吸収するもんじゃないんでさ、撥水するものなんでさ、垂れるんだよね、水がね。なので、あ、そうだったと思って、それで外干しになったんだったかもしれんと思ってね、もうしょうがないと思ってさ、しょうがないと思ってしょうがないから、滴ってるところにはさ、ペットシーツをさ、敷いて、水分、なんだ、吸収してな。もうなんか、で、乾かないし、全くもって乾いてないし、乾いてないし、外のはびしょ濡れだし、もう、さあ、なんか洗濯した意味あったあったかなみたいなね。今日は、そんな状態でしたな。カニタンさん、ジェラシーかもですね。まあ、なんでしょうね。まあ、なんでしょう。だからさ、虐待だって言ってる人って
自分の中に虐待の種持ってる人なんだよね。で、私ほら、そういうね、猫の動画見たところでさ、虐待なんじゃねえなんて思うことはさ、なんか明らかに虐待してる、映像を見れば、虐待だなとは思うけどさ、そうじゃなくてね、猫のさ、姿形でこれ虐待じゃねえみたいなさ、そういうのはないわけよね。それがさ、結構さ、虐待だっていう人が多くてびっくりっていうのかな。それってね、自分の中に虐待の種持ってる人だからさ、気持ち悪い人いっぱいいるなと思って。なんかね、怖い人が世の中にはいっぱいいるもんだなと思ってね。なんか悲しくなるよな、そういうコメントが集まるとな。なんだっけ、じらし。ピヨンさん、ぐーちゃん独り占めの、貫禄な。もう、そうで、朝起きた時にさ、もうぐーちゃんひっくり返ってね、もう、なんだ、みんなああやってさ、座って振り向くみたいな感じだけど、ぐーちゃんもさ、へそ天でもうこっち向いてくからさ、もう、みたいな感じよね。それの姿見ると脱力するよって感じ。そう、ただまあ、虐待言われるとそうなのかなそうなのかなとかってちょっと心配になっちゃって。まあ確かに痩せてるよなってさ、自分でも気にはなってるわけよね、痩せ体質に関してはさ。だから本人が食べないからね。本人が食べないからしょうがないんだもんみたいなところがあって、まあでもね、もうちょっと食べてくれると確かに安心っちゃ安心だけどと思って、で、今日さ、いつもあげてるカリカリ、今、別に決まってるわけじゃないんだけど、まあ大体同じ種類でローテーションしてるみたいな、そんな感じにはなるんだけど、どうしたどうしたうん、おしっこしないでね、今日はおねしょシーツ敷いてないから、お願いします。おねしょしないでくれればいいから。で、何の話してたんだっけ、今な。そう、まちゃんのね、痩せてる話ね。で、いつも今まであげてたのとは違うのをあげて、で、なんかね、種類変わるとね、その時はね、すごいね、食べるんだよね。で、今日その切り替えっていうかな、変わったんで、なんかさ、すごいね、食べてたんだよね、いつの間にかね。で、朝ね、結構早い時間っていうのかな、まあ、まだ全然お昼にならないのに、なんかにゃんこ騒いでんななんて思ってみたらさ、空になってたわけよ、お皿がね。珍しいな。珍しいなと思ってね。で、ちょっと早めにさ、お昼あげて、で、しかもね、いつもお昼は食べないからさ、ちょこっとしかあげないわけよね。だけどまあね、その虐待話があったから、もしかしてこのちょこっとしかあげないせいと思ってね。で、まあ食べるならと思ってさ、お昼もさ、朝と同じぐらいの量あげて、で、ペロッと食べてあったわけよね、夕飯の時には。で、やっぱり食べんのかと思って、なんだ、気に入ったのと思って、夕飯もまたさ、朝昼と同じぐらいの量あげたんだよ、しっかりとさ。そしたら、残ってたから。しっかりと残ってたからな。だからもう、ほら、これじゃん、みたいなね。食べないんだってだからみたいなさ、そんな状態でした。天童さん、まちゃちゃんは黒缶なら食べる感じですか？そうそうそう。黒缶はね、がっついて食べんだよね。ごめんなさい。がっついて食べるんだけど、まあ3食黒缶あげたことがないからね、まあ3食あげたらあげたで、まあ食べるのかもしれないけど、黒缶だったらな。まあ3食あげたことないからどうなるかわかんないんだけどね。黒缶なら食べる。だから昼、夜が缶詰じゃないんでね、食べないんだよね。それでね、痩せてるっちゃ痩せてるんで、それを虐待と言われたら、うん、そうかも。って感じ。でもカリカリは残ってっからなっていうね、状態ですよ。ね、ぴょんさん、たまちゃんの逆襲。たまちゃんね、そうそうそう。たまちゃんね、遠慮しないっていうのかな。他の子はね、
結構ぐーちゃんにちょっと恐れがあるっていうのかなっていうところがあるんだけど、たまちゃんは意外とね、誰に対してもね、恐れっていうのかな。なんかそういうの全くないんだよね。ほら、誰々は誰々に強いみたいな。だから、抹茶は、クータに強いとかさ、クータは、ゆりさんに強いとかさ、なんかそういう順番とかあったりとかするんだけど、その中でキングオブグーちゃんっていうのかな。グーちゃんだけはね、誰もね、逆らえないみたいなところあるんだけど、たまちゃんはね、ああなるんだよね。それがね、すごい。それがたまちゃんのすごいところみたいなね、感じ。体ちっちゃいくせになっていうのでね、で、散々泣いてるわけよね。いつもご飯食べられちゃうから、ご飯食べるの遅いからさ。そのくせ結構ね、ああやって強いところがな、負けてないっていうところがね、安心できる感じね。ただちっちゃくて弱っちいだけだとさ、ほら、こっちもさ、心配になっちゃうけど、意外と本人全然ね、全くもって気にしてない様子が見られるんで、あ、大丈夫だなっていうね、安心感があるところが、たまちゃんの可愛いところかなっていうね、感じだな。で、あと何の話だったそのくらいかな今日はな。あとは動画の編集してや、あとね、雨降りなのにさ、雨降りなのにね、そんな時に限って、なんかね、フリマアプリで、またトイレットペーパーホルダーが売れたんだ。なんだろうな、トイレットペーパーホルダーってなんか地味に売れるな。なんだろうな、これ、みたいな感じな。なんかそんなすげえ売れるってわけではないんだけどさ。なんかね、気づいたら在庫なくなってて。でね、大量にっていうのかな、作って、また、アップしといたけど。で、アップしたところでね、すぐに売れるわけではないんで。すぐに売れるわけではないんだけどさ。そうだよ。前だってトイレットペーパー作った時、ペーパーホルダー作った時さ、なんか、スイッチ入ってさ、なんかバカみたいに作ったんだよね。バカみたいに作ったんで、いや、こんなにあってもどうすんのなんて思ってたんだけど、それが意外と在庫がなくなったんで、おなくなったぞと思ったんだけど、なんかね、そんな感じで、なんかね、すげえ売れるっていうわけではないんだけど、いつの間にか、なんかね、じわじわ売れるみたいな感じで、今日もね、トイレットペーパーホルダーが売れたんで、先ほどっていうのかな、夕方その発送作業いたしましたっていう感じかな。だから今日は寒くなかったからね、よかったけどさ、そうでね、今あったかいじゃんか。なんか明日ぐらいまであったかいんだよね。で、その後からまたさ、気温が下がっちゃうみたいで、もうギリギリ21日まであったかくね、いてくれればいいのにと思ったのにさ、なんかね、もう全然ダメだよ。雨だしさ。雨だし気温下がるしさ、みたいな感じで、もう全然観光する気しねえよ、みたいなね、感じなんだよね。で、青森のさ、気温を見てみたわけ。まあ、あったかいからね、青森の方もあったかいのかな、なんて、それだと助かるなと思ってさ、どんくらいかなと思ってさ、調べたら、全然、1度最低気温がマイナス何度とかなってたな。マイナスか、これダメだな。これはダメだな。俺は絶対観光できねえや、みたいなね、気温だったんで、どうしようかと思って。まあ、明日作戦会議を出るつもりでね、今日は一生懸命動画の編集をしてたわけよ。まあ、そんな感じでございました。てんたまさん、あさってはいよいよ青森ですね。そこよ。そこなのよね。結局、ただまあ、青森の方が天気がいいっていうか、東京は雨だか雪だかの予報になってるけどさ、青森のそのあさってのね、時点だと気温はさ、しっかりと真冬のね、1度だったけれどもさ、最高気温1度だったけどさ、ただ曇りだったんだよね。雨模様ではなかったんで、雨さえ降らないでくれれば助かるよ。これで雨降っちゃったら雪じゃん、みたいなね。長靴はないっていうのかな。
まあ、レインブーツというか、雨用の靴はあるっちゃあるんだけど、それがね、すげえ歩きにくいんだよね、足痛くなっちゃって。伸びないからさ、ゴムなんでさ、で、幅がね、狭いんだよね。だからね、すぐ足痛くなっちゃうんで、あんまり歩けないんでね、嫌だなっていう感じなんだけどさ、雨降っちゃうとそれ履くしかないから、ちょっと困るなーって思って、雨さえ降らないでくれれば、あとほら、傘ささなきゃならなくなるじゃんか。カメラ持って傘さしては無理だなみたいなところがあってさ、雨さえ降らないでくれればいいんだけどなと思ってんだけどねっていうね、感じよ。大樹さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。てんたまさん、青森寒いぞな。絶対寒いよな。でさ、もうほら、キュンパス始まったからね。行ってきたっていう動画も上がってきたわけよね、この頃ね。で、今日は見てたわけよ。初日に行ってきたっていうやつさ。で、ね、やっぱりみんな青森目指すっぽいよな。青森混んでんのかなね、電車混んでんのかなどうなのかなっていう感じなんだけど。なんか初日は混んでたっぽい感じよね。で、なんかね、だらだら、なんだこのなんだこの動画っていう感じで。だからね、やっぱり物珍しいっていうかね、もう行ってきた人の動画は少ないわけだからさ、みんなそれを見るんだろうからさ、再生回数はすごい多いわけよね。で、再生回数は多いんだけどさ、なんだこの動画って感じで、再生回数多いから、それなりにね、登録者いる人の動画なのかなと思ってさ、登録者数見たらさ、やっぱり200人ぐらいなんだよ。で、あ、そうかと思って、そんくらいのクオリティだよなって思う感じのね、動画だったんだけど、なんかその青森に行って、なんか青森じゃないか。青森ではなくて、まあ要は、北の方っていうのかな。まあ青森にも行って、で、他の、なんだ、路線にも乗ったのかな。で、南部せんべいをお土産に買ってきて、みたいな感じで。で、食べながら、なんか話をしてんだけどさ、まあ、せいぜい南部せんべいをさ、写しとくならさ、まあ話もわかるんだけどさ、ただ部屋の中、ただ部屋の中の、しかも綺麗なね、素敵なお部屋っていうわけではなくて、ただの普通の、汚れたっていうのかな、散らかった感じの部屋の中をただ映して、で、なんかバリバリ食べながら、初日は混んでました、みたいな感じの動画でさ、それがね、再生数がすごいね、稼げてて、羨ましいぞ、みたいな動画を今日は、見とったなっていう感じでね。で、そっかと思って。みんなやっぱり観光はしないで、キュンパスの人ってさ、もうお得を、満喫したいっていうところがあるみたいで、ひたすらとにかく新幹線にどれだけ乗れるかっていうのを目的になんか買うっぽいんだよね。で、そうかと思ってね。観光みんなするわけじゃないんだなっていうのがね、分かりましたっていう感じね。他の人の動画見ててな。てんたまさん、これは青森動画期待できそう期待できるのか、そうか。まあ、期待しててくれ。私も何が起こるかわかんないから、ヒヤヒヤもんだけれども、まあ、楽しみにはしてるよ。動画の仕上がりをな、みたいな感じでございますよ。で、そうくらいにしとくか、ゆりたんがさ、手の上に乗っかっちゃってな、ごめん。すいません。タロットカードが取れなくてな。はい。起きちゃったね。ゆりたんね。はい。えっと、えっと、ベタベタでした。
ベタベタでしたね、ゆりたんのおねしょで。手が。ぐーちゃんは、鰹節まみれ。ぐーちゃん、お尻が鰹節まみれで。そう、今日さ、にゃんこのっていうか、ぐーちゃんのっていうかさ、毛玉取りっていうの、ブラッシングをちょっとしたわけよね。ぐーちゃんのお尻にさ、毛玉ができちゃうんだけど、それがいよいよちょっと気になるなって感じになってきたんでさ、毛玉取り用のブラシがあるんで、そのブラッシングをしたわけよね。だからブラッシングすると、ブラッシング好きの子が集まってくるんでさ、まあ、しゃあないと思って、ちょっとね、だましだまし、他の子もちょっとだけその毛玉取り用のブラッシングでブラッシングしてやって、だからそれだとね、気持ちよくはないみたいなんだよね。気持ちよくはないみたいなんだけど、お尻の毛玉はね、まあ、しぶとくやってるとそのうち取れるんで、まあ、ちょっとずつやるかと思ってさ、ブラッシングしてやったんだけど、ね、で、やってやると、ぐーちゃんはやっぱりね、ちょっとサラサラになるっていうのかな。であと、ゆりたんもね、全体的にやってやったんで、ちょっとサラサラになったかなって感じなんだけど、要はね、他の子たちはね、そのブラシで溶かしてやっても毛は取れないわけ。で、ぐーちゃんだけね、やっぱりね、すごいんだよ。短い毛がね、どうも絡まるみたいなんだよね。で、それで解いてやると短い毛がいっぱい取れるわけ。で、他の子はね、やっぱり毛玉できない子は短い毛がないのかわかんないんだけど、取れないんだよね。で、ぐーちゃんだけが取れて、いっぱい取れてさ、その短い毛が。で、なんかね、体にニキビがどうもできてるっぽくてさ、ぐーちゃんのその、汚れ体の汚れがね、汚いのよね。で、尻尾がね、すごいわけよ、それが。尻尾がその汚れがすごいんで気になるんでね、尻尾をさ、しつこくブラッシングするんでさ、そうするとね、尻尾ね、細くなっちゃうんだよね。もともとぐーちゃんの尻尾細いんだけどさ、ブラッシングしちゃうとね、毛がなくなって細くなっちゃうんでさ。で、今日ブラッシングしてやってね、綺麗になったお尻と尻尾に今ね、鰹節がしっかりとまとってるんでさ、もうダメじゃん、今日綺麗にしたのにさ、みたいなね、状態になっておりますよ。てなわけで本日も、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。大輝さん、はい、LINE デリアストップありがとうございます。では、大輝さんから LINE デリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃーん。お、ダイアルカナだ。力のカード出た。力のカードが出ましたね。久々だね。はい。ダイアルカナだけでやってた時はよく出てきたカードだけどね。フルデッキになってからは全然出なくなってきたカードだけど、久々に出たな。今日ブラッシングしたから、なんかそんなカードだな。猫のブラッシングしてる時みたいな、カードが出ましたな。どんなメッセージでしょうか？逆位置ですね。今日つながりにくいんだよな。そういえばさ、最近地震が毎日ありますね。なんだこれ。力、ストレンジス。ストレンジス。
昨日もお客さん来てるのにさ、地震があって、なんかまたかと思ってさ、タロット。お客さん来てる時ばっかり地震起きるんだよな。なんでって感じ。まあ今日も起きたけどさ。あれ今日じゃなかったっけ？今日もあった気がしたけど。タロットカードストレングスだった。ストレングスの意味。はい。本来の意味。対人関係について示されるカード。一見強そうに見える相手でも相手の望みを知ることができれば、分かり合う、分かり合えることができます。そこには戦略などありません。大切なのは元から持っている能力を出すこと、それだけ。もしあなたが高嶺の花だと感じている相手であっても、それは同じことが言えます。手の届かないような存在かもしれませんが、相手の望みを知り、相手が求めていることを実行することができれば、認めてもらうことができる。絵の意味。カードに書かれているのは白い服を着た女性とライオン。一見強そうなライオンですが、白い服を着た女性が優しく接しています。そして注目なのは女性の頭の上に書かれている無限大のマーク。これは生命や永続性を示すもの。この女性が目的のない行動に流されることがない、柔軟さを持っているということを表しています。カードに書かれている白い服を着た女性はライオンを前にしても武器になるものは持ってません。これは女性が自然体であることを表しています。ライオンが暴れたり抵抗しないのは女性が武器を持たない自然体だったから、広い野原で孤独だったライオンのことを理解し、自然体で接したことで理解し合えたのです。ストレングス、正位置と逆位置の意味。逆位置お願いします。力の逆位置が持つ意味。無気力、人任せ、優柔不断、落胆、諦め、傍若無人。このカードが逆位置で開かれた場合は強い意志とは反対に無気力や人任せといったことが示されています。この状態では自分に自信が持てないのも無理はないでしょう。しかしあなたの無気力で諦めのある態度は周りの人から見ても良いとは思われず、非難されることは目に見えています。恋愛においてもそれは同じで、相手に任せて甘えてしまっている状態です。そのことが原因で問題が起こってしまうこともあるでしょう。自分の欲望や感情をしっかりと管理しなければならないことを肝に銘じてください。恋愛片思い、逆位置。このカードが出たとき、相手の気持ち、逆位置。仕事、これからどうなる？今も使ってる問題。もっと詳しく知りたいなら、ストレングス、はい。まとめがないんだな。ちょっとまとめを他のところ、ここでいけるかしら。これも恋愛かな。力、恋愛、相手の気持ち、まとめ。8のカードの前は7、戦車です。戦車は腕力や資金などの権力的な力強さ、を表し、力は信念を貫く意志の強さ、愛情、包容力などの内面的な強さ。このカードは多くの教訓が込められています。精神的な強さ、寛大さとともに相手を思いやり、理解し、受け入れることの重要性。ただし、相手を理解し、心を開いてもらうには、それなりの時間が必要。
さらに、されに対する持久力、忍耐力を失わずに頑張り続けること、そしてあなたにはそれを乗り越える力がしっかりと備わっていること、このカードをきっかけに自分自身の振る舞いを客観的に見直すことで、人間関係、仕事、恋愛などあなたの人生がよりよく喜びに満ちたものに変わるはずです。はい、わかりました。で、結局逆位置のメッセージ何だったんだっけ？わかんなかったけど。むーちゃんは何してんで暑いのか。今日寒くないもんな。いらないんじゃん。いらないんじゃんな。まあね、内面的な強さのね、メッセージのカード。まあ、対人関係のカードって書いてあったっけ、最初ね。まあ、それの逆位置らしいので、そういうこと。そういうことらしいです。みたいなね。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございますな。そうだよな。暑いもんな。はい。で、今日はお腹が空いているよ。お腹が空いていて、そうでさ、餅があるからと思ってさ、朝ね、コーヒーのお供がないけどどうしようかななんていうふうに思って、で、きな粉があったはずと思って昨日だったかな、探したんだけどさ、なかったんだよね、昨日だったか、一昨日だったかさ。あれ、きな粉備蓄してたと思うんだけど、見当たらないと思って。で、これは何だろう、全部食べたんかなと思って、じゃあしょうがないと思って、食べたってことだな、きっとって思って。で、はったい粉は残ってるわけよね。しょうがない、はったい粉使うかと思ってな、はったい粉あるからなと思って。で、まあ、はったい粉をきな粉の代わりに使ってみたんだけど、そういうもんだと思えば、ね、きな粉に比べちゃうと全然あれなんだけど、比べないでね、はったい粉はこういうもんだと思って食べれば、まあ、それなりにうまいなと思って。それなりにうまいなと思ってね。今日は、餅にはったい粉をつけて、朝コーヒーのお供に食べ、で、お腹空いてたんだけども、今日は小株を収穫したから、で、農協やってないしね。なので、小株のスープ、なんか入れたような気もしたけど、あれか、梅干しと鰹節と、あれか、ご飯だ。ご飯炊いてな。鰹節はある、そういえばと思って、ご飯どうしようかなと思ったんだよね。で、あ、そうだ、鰹節あるからおかかご飯にすればいいかと思って。で、鰹節かけようと思ったんだけども、あ、そうだ、梅干しもあったなと思ってさ、梅干しも1個発掘したなと思って、それも入れて、梅かつおにすればいいやと思ってさ。で、しかも、おじやにして、おじやにしてさ、梅かつおおじやにすればいいと思って、それでお昼食べたんだよね。で、夕飯は全部混ぜて、梅かつお、小かぶおじやにして、で、食べたみたいな、感じでございますよ。で、お腹が空いて、おやつがお腹が空いて、どうしよう。どうしようかなと思ってさ。で、どうしたんだっけな。お腹が空いて、どうしたんだっけな。あ、そう、はったい粉ね。はったい粉をまたさ、お湯に溶いて、食べればいいかと思ってさ、はったい粉カップ1杯っていうのかな、半分ぐらいまで入れて、で、砂糖をちょっと入れて、で、お湯で溶いて、で、食べたんだけど、まだお腹空いてるなと思って、で、もう一回おかわりして、はったい粉おかわりして、で、食べて、で、どうしようかなみたいな感じ。で、夕飯それ食べたじゃんか。で、そっか、雨の中な、外出なきゃいけなかったからさ、そのトイレットペーパーホルダー発送するのに、あ、じゃあついでに買い物だなと思って、
買い物で納豆を買ってさ。で、納豆も入れたんだ、夜はな。で、納豆と、で、結局、ピーナッツクリームまださ、ちょこっと残ってっから、ね、今、また小麦粉食べると、悪夢が来るのかと思うと、ちょっと嫌だなと思ってさ、小麦粉をさ、立ってたんだけどさ、食べたくないなみたいな感じになってたんだけど、お腹空いてんだよな、結局、と思って。結局、お腹は空いてるし、ピーナッツのクリームはちょっと残ってるし、もうあれ塗って食べれば朝のコーヒーの友にもなるしな。もういいやと思って、食パン買ってきて、食パン買ってきて、で、お腹空いてるんで、結局、そのピーナッツパンにしてね、先ほど食べておりましたっていう感じでございます。LINE デリアストップ。大樹さん、早。カニタさん、早。ピヨンさん、福岡県地方、ただいま16度ですね。ヒーター、暑いんじゃんな。みんなここに集まって、まっちゃんもこたつから出てきてんじゃんな。と、てんたまさん、福岡暖かいね。ピョンさん、蒸し暑いさ、暑いんだ。てんたまさん、餅はいっぱい備蓄されてるのですね。そうなんだよね。ただ、いっぱい備蓄されたつもりだったけど、1袋1キロじゃんか。それを4袋か5袋分ぐらいね、あるんで。ただ5袋分つっても、ちっちゃいのが2つぐらい多分どっかしらにね、行ってるんだよ。一箇所にまとめるのはどうやら良くないらしいみたいな感じでね、分散してどっかしらに多分あるとは思うんだよね。ただ見当たんないんで、食べたかもしんないです、それも。見当たんないでね、多分食べたかもしれないんだけどさ。まあね、1キロの、餅の袋が、まあ4つぐらいあったかなと思うんだけどさ。開けると食べ始めちゃうんでね、全部なくなるまで食べちゃうんでさ、なくなっちゃうんでね。だから多分今もうね、餅3キロ分ぐらいしかないかな。3袋分ぐらいしかもう多分残ってないんじゃないのかなっていう感じ。カニタンさん、東京は雲がガンガン流れています。ああ、そうなんだね。雨ばっかり気にしてて、雲は全然様子をなんか見てなかったな。ピヨンさん、餅になる前の米、おこわ大好き。てんたまさん、ハイジのように雲に乗ってガンガン流れてみたい。ハイジって雲に乗って流れんのか知らなかったな。カニタンさん、ハイジのような、てんたまさんかわいい。てんたまさん、いや、ほんとだね。かわいいな。雲に乗るのって孫悟空ぐらいしか、思いつかなかったけど、ハイジも雲に乗るんだね。ドラえもんはあれだもんね、タケコプターで空飛んじゃうもんね。なんか雲に乗るっつったら、あれだな、やっぱり孫悟空かな、思いつくのはな。ハイジ雲に乗ってたんだ。それは知らんかったな。餅になる前の米って、なんか半殺しとか言わなかったっけ？半殺し、ここはと種類違う？餅もおこわももち米か。じゃあ、あれか、潰さないで、お餅になる前の、さらに前みたいな感じか、おこわは。うまいよな。だから日本人は結局、もともともちもちした食感が好きなんだろうな。だから、なんだ、うどんとかが好きなんだろうな。かわいいよ。てんたまさん、ハイジはオープニングで雲に乗って流れてますよ、マジか。ハイジ多分ね、私ね、見てないと思うんだよね。知らなかったな、オープニングな。全然イメージに上がってこないもんな、頭の中な。カニタンさん、ジブリだったかな、ハイジ。あ、そうだよね。
あの時間って違うな。ハイジはなんか夕方やってなかったっけ？なんか平日の夕方にやってなかったっけ？なんかよそんちは見てて、で、よそんちにいるときは、なんか見てた気がすんで。で、ほら、物語を知らないからさ、途中だけ見ててもさっぱりわかんないんで、全くなんかね、面白くなくてわかんなかったんだよね。うちはね、確か見てなかったんじゃないかと思うんだけど、違うかな。で、そのジブリっていうか、あの、イラストは日曜日だよね。日曜日の8時、7時半か。7時半から8時ぐらいの30分の枠やってたよな、確かな。それをさ、なんか子供の時はああいう絵が好きじゃなかったんだよね。で、見たくねえなって思いながら他に見るもんがないんで見てたんだよね。で、話の内容的にはなんかついつい見ちゃうような感じの内容だったんだよね。だからなんかね、絵的に好きじゃなかったんで、見たくねえなって思いつつ、なんか時間帯の漫画、アニメはずーっと見てたんだよね。だからそこにハイジなかった気がすんで。ピヨンさん。口笛はなぜだな。ヨッシーさん。ハイジはロングブランコでジャンプして雲に乗ってますね。確か。あ、そうそうそう。ロングブランコに乗ってるっていう映像は、あれだ、イメージできるけど、それで雲に乗るのか。それ知らなかったな。なるほど、そういうことだったんだ。カニタンさん、アニメオタク登場。あ、そうなんだね。そりゃ心強い。アニメネタ心強いな。てんたまさん。ハイジの頃はまだジブリで来ていませんね。そう、ジブリじゃなくて、あれだっけ、宮崎駿のイラストっていうのねえとかじゃんで、あれだよね、なんだっけ、あれ、ルパンか。ルパンって、もともとは違う人だよね。で、映画になったあれが宮崎駿が書いてるんじゃなかったっけ？違う？なんか違う適当なこと言ってる？天玉さん、ちなみに監督の高畑、なんて言うんだっけと話をしたことがあります。ああ、そうなんだね。なんかね、気さくそうな感じがあるけど違うのかな。そう、なんかね、高畑さんと宮崎駿は、もうずっとね、ペアっていうか、コンビっていうか、らしいね。前世の時からずっとなんか一緒に転生してる魂らしいんだよな。で、鳥だった時に、宮崎駿が、さえずると、高畑さんも、さえずるみたいな感じで、あの、なんだそんな感じだったらしい。っていう話を聞いた時のことが、なんか印象的でね、宮崎駿と高畑なんとかさんと、の話題っていうのかな、に触れると、そのエピソードをね、ついに私はね、思い出してしまうんだよね。ねえ、カニタンさん、カリオストロの城かな、それそれそれ。まあ、それも見てないんでさ、ほぼ見てないな、私の。天玉さん。高畑宮崎コンビは、ハイジ、三千里、あ、そっか、三千里もあったか、それも見てないんだよな。赤毛のアンとなります。あ、赤毛のアンも見てない。そっか、全部見てないんだな。ヨッシーさん、天玉さん、すごいね、すごいね。天玉さん、カリオストロの城の、作画、
徳、大塚康夫さんも、色紙にルパン、書いてもらいました。そうなんだね。ちょっと違うもんね。原作っていうか、その最初の元々の人の方のが、足がさ、死ぬほど細くてさ、もう現実見ないっていうのかな。もうアニメだからね、みたいな感じだけどさ、あの、なんだっけ、宮崎さんの方の作画の方はさ、実際のね、人間にいるなっていう感じのさ、絵を描くじゃんか。だからそこが、嫉妬だと思うんだけど、多分子供心にね。自分がそうやって本物の人間っぽい感じの絵が描けなかったわけよ、子供の時って。それがね、多分嫉妬だと思うんだけど、嫌いだったんだよ。何の話だよな。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、猫なんだよ。ヒーター熱いんだな。竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間の時はお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方はこのチャンネルには猫の動画がいっぱいありますのでそちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。